何か違和感が。もしかして、このスピーカーはGadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。みんな大好きダイソーでこんなの見つけました。ラジカセ風 Bluetooth スピーカー。あくまでラジカセ風なのでラジオもカセットも聞けないですが、このルックスにちょっと惹かれて思わず買ってしまいました。価格は税込み1100円です。ラジカセといえば三和サプライさんが結構ガチなの作っていた記憶がありますが、これはどうでしょうか。1100円なので過度な期待はしませんけど、早速開封してみましょう。パッケージはこんな感じ。おや、何やらシールが。ああ、なるほど。もともとは側面の穴から空張りが見える方式だったのが印刷に変更されたんですね。これは手痛い仕様変更ですね。修正作業お疲れ様です。パッケージの裏にはラジオ機能はありませんの注意書きが。カセットテープは再生できませんも書いてあげて。それから USB ケーブルは付属しませんの注意もありますね。さて、中はこんな感じ。私は黒を選びましたが、赤もあるようですね。まずはマニュアル。シンプルです。それから本体。なんでしょう、既視感が。このスピーカーのコーン、どこかで見たような。本体はピカピカのプラスチックで非常にチープです。物理ボタンは上部に4つ。電源、プラス、マイナス、プレイボタン。カセットの部分はシールが貼ってあるだけで蓋が開くなどのギミックはありません。ちょっと残念。背面には SD カードスロット、タイプ C ポート、しっかり技的マークもあります。本体下部には何もなく、なぜか背面にゴム足のようなものがありますね。不思議な構造です。それでは電源を入れてスマホとペアリングしてみます。電源ボタンを長押しすると起動音が鳴って Bluetooth のペアリングモードに入ります。あとはスマホの Bluetooth 設定からこのスピーカーの名前X05 をタップすれば接続完了。ペアリングは特に癖もなくすんなりつながると思います。 YouTube でも再生してみましょう。はい、つながっていますね。ここから充電するのでしょ。それから SD カードに音楽を入れて再生してみましょう。対応フォーマットは MP3 のみのようです。こちらもちゃんと再生されますね。あれ？この違和感、もしかして。後で調べてみますが、このスピーカーはモノラルかもしれません。モノラルだとすると、スピーカーが2つあるのは何なのでしょうか。それではスペックですよ。出番ですよ。読んだか。じゃあ、説明していくぞ。まず再生周波数帯域。僕がオーディオ関連で最初に見る箇所はここだ。一般的な範囲でハイレゾでもない。至って普通だ。インピーダンスの表記もあるけど、アンプは内蔵で有線接続ではないからあまり関係はないかな。Bluetooth はバージョン 5.0 で、コーデックは SDC のみだ。これは開発コストを抑えるため、ちょっと古いのかもしれないな。この価格帯で LDAC だ aptX だ、という話は現実的じゃないから、ここは割り切りポイントだ。スピーカーサイズは 3cm。確かにステレオとかモノラルとかの表記はないな。ラジカセ風、あくまで風味だから仕方ないじゃないか。じゃあまたな。彼の言う通り風味なので見た目を楽しむものだと思うのですが、これでステレオ再生されてラジオが鳴らせたら神ガジェット確定だったのにと思ってしまいます。
さらに希望を言うと、メーカーや権利関係が難しいとは思いますが、実在したラジカセを忠実に再現したデザインを数種類用意してブラインドボックスにして販売したら爆売れすると思いました。すみません、一個人の勝手な妄想です。ではせっかくなのでもう一段階開封していきましょう。このゴム足というかスポンジがどうしても気になっていたんですよ。これ多分ネジ穴隠しなのでは。あ、やっぱりそうだった。では分解していきましょう。ネジは普通のプラスネジで4箇所すべて外せました。オープン。おーっと、これは中華系フラッシュライトでおなじみの18650電池ではないですか。私も何本か持ってますよ。これはバッテリーの交換ができそうですね。それからこれがおそらくオーディオ信号のデコードを行うチップだと思うのですが、見たことないチップで検索しても出てこないですね。メーカー独自のものなのでしょうかね。アンテナのようなものも見えます。ラジオ機能はないので Bluetooth 用でしょうか。それからスピーカー4オーム 3W と記載がありますね。配線だけ見てもステレオかモノラルかはよくわからないです。そして反対側は物理ボタンがある側でプリントに HF-X05V1.1 と製造日が記載されています。こちらも特に面白いところは見当たりません。戻していきましょう。おっと、忘れていました。幅は 12.5cm、奥行き 3.7cm、高さ 4.8cm くらいで、重量は 124g ですね。では、軽くエイジングして音楽を聴いていきましょう。まとめです。オーディオ好きの目線で言うと、一番評価したいのはコスト内で真面目に Bluetooth スピーカーを作ったところでしょうか。ハイレゾマークをつけたり防水機能をつけたりせず、1100円という売値に対して作った結果こうなったという印象を受けます。まず音質ですが、少し中低音寄りでこもり気味です。解像度も高くなく音が暖房になっている箇所があります。好みによると思いますが、私はこの程よいローファイ感が結構好きだったりします。あえて MP3 の圧縮率を高めに設定したサザンやユーミンを再生するとなかなかエモいんですよ。80年代の音楽を聴くならハイレゾとか LDAC とかではなく、ちょっと音質の悪いラジカセとか古いアンプで聴く方が好きだったりします。ダイソーさん、まさかそれを狙ってた？音量マックスでそこそこ大きな音が出ますし、車の中や友達の家などで再生する分には十分です。ただし最大音量まで上げると曲によっては高域が少し歪んだり低域が割れ気味になったりするので、音量は7、8割くらいまでに抑えた方がバランスよく聴けます。遅延に関しては YouTube やプライムビデオを見る程度ならほとんど気になりませんでした。ゲームでのシビアなタイミングを求める人には物足りないかもしれませんが、動画視聴用スピーカーとしては十分許容範囲です。私が最も良いと感じたのは SD カードからの再生。お気に入りの MP3 ファイルを入れておけば起動後すぐ再生されるので、 Google スピーカーに音声コマンド出すより早く再生できます。また SD カードは 64GB まで対応しているので MP3 ならたくさん入りますが、探す機能はないので入れすぎると頭出しが大変です。作業用 BGM として小さめの音量で流しっぱなしにしておくという使い方がハマりますね。しっかり聞き込むというより雰囲気を作る用途ですね。というわけでダイソーのラジカセ風 Bluetooth スピーカーをレビューしてみましたが、いかがだったでしょうか。結論としては1100円でこの音と見た目ならガジェット好きとして1回試してみる価値ありです。普段あまりスピーカーを使わない方の入門機としてもいいですし、この見た目ですからオーディオ好きの方がネタ&サブ機として遊ぶのにも面白い存在だと思います。それではまた次のガジェットで。